伊達さんに名前を聞いてもらえるなんて光栄です。私は鏡と言います。今のところ特に。お気遣い感謝します。残念ながら特に進展はありません。メリーゴーランドの馬か。まるで串刺しになってるみたいだ。犯人の残したメッセージというわけではないと思うぞ。ずっと前からあの状態だったからな。ここに忍び込んだ悪ガキどもがふざけて立てただけだろう。すみません。まだこの周辺には入らないでもらえますか。足跡を取っていないので、ご協力いただけると助かります。仕方がない。私がサポートしてやろう。ズームモードを使うんだな。ああ、そうすれば近寄らなくても調べることができるだろう。区間前面部に有線無人機による複数の思想を確認。死因はこれによる出血死。死体温及び死後硬直の進展状況から死亡推定時刻はおよそ6時間前。午後5時前後と推測される。アイスピックのようなものでめった刺しに。眼下の中に何もない。目玉がくり抜かれている。左目か。おそらく殺害した犯人が抜き取ったものと思われる。そうとは限らないだろう。殺された後、カラスか何かがついばんだのかも。それはありえない。出血の量から考えて、眼球が抜き取られたのは、被害者の生存中であることは明らかだ。つまり、生きながらにして目玉をくり抜かれたと。そうだ。伊達の体内、ストレスホルモンの分泌を確認。コルチゾール、ACTH の濃度が上昇している。小難しい言葉を使うな。俺はただ悲しいだけだ。知り合いなんだ。知っている。私も何度か見たことが。最近ではめっきり会う機会もなくなったが。今のところ、この現場の近くから眼球が見つかったという報告はない。犯人が持ち去ったっていうのか？その可能性が高い。何のために？それを調べるのがお前の仕事だ。腕が後ろ手に縛られている。体にもロープが巻きつけられており、背面のポールに固定されている。なんでこんなこと。瞳孔散大、角膜混濁。被害者は死亡している。鏡です。鏡。だから鏡だって言ってるでしょうが。まだガイシャが見つかったばかりなのよ。何もわかるわけないじゃない。ただ一つだけ言えるのは、模倣犯かもしれないってこと。6年前に起こった、あの事件のね。6年前の事件？この季節にしては珍しいわね。これじゃ、足跡を取るのも難しいんじゃないかしら。もしかして頭でも打った？あなたの名前は伊達要。警視庁の特殊捜査班アビスのメンバーであり、私の部下でもある。現場に呼び出されるのは当然じゃない。だが、俺の仕事は死体を見ることじゃない。確かにそうだけど、この事件については例外。だってあなた、彼女のこと知ってるんでしょ？あなたに知らせないわけにはいかなかったのよ。今から2時間ほど前、園内から悲鳴が聞こえてきたって通報が。それで所轄の警官がこの付近を調べて。死体を発見した？そう。だけど通報してきたのが誰なのかがわからないのよね。まあ、詳しいことは後で話すわ。名前は名波翔子。知ってるでしょ？
あなたとは何年も前から深い関係にあった。誤解を招くような言い方をやめてくれ。ただの知り合いだ。なんだ、今の音。音の発生源を解析。方向から考えて、メリーゴーランドの柱の中から聞こえてきたものと思われる。柱の中？だて、中を透視してみよう。X 線モードに切り替えるんだ。マジかよ。中に誰かいるようだな。ちょっとまだ。うるさい！おい、誰かいるんだろ？答えてくれ！ダメだ。どうやら、内側からロックされているらしい。くそ。おい、中のやつ、危ないから下がってろ！水木。ここは、どこだ？お前の夢の中だよ。俺は、俺だ。そうだ。お前は伊達だ。そして、お前は、何から指摘すればいいんだ？何でも答えるぞ。そうか。では、誰だお前は！誰って、私に決まってるだろ。その声、相棒か？そうだ。なんでそんな甘エビみたいな奇妙な格好？奇妙とはなんだ。可愛くて仕方がないだろう。本来なら、伊達の感性について小一時間説教を垂れてやりたいところだが。俺の夢に何の用だ？呼ばれたのは私の方だ。私の意識とお前の意識は脳内でリンクしている。したがって私は、お前の分身のような存在として、こうして夢の中に現れているのだ。と、今説明しても、きっと起きたら忘れてしまっているだろう。だからまた今度、お前が目覚めている時に、詳しいことは教えてやる。それよりも、この部屋に見覚えはないか？全くわからん。そうか。まあいい。さあ、始めるぞ。始めるって何を？ソムニウムスキャン開始！わかったぞ。何が？私は今、お前の夢の世界をスキャンした。それをもとにシミュレーションした結果、いくつかのメンタルロックが見つかった。メンタルロック？やれやれ。そんなことも思い出せないとは。よほど思考能力が鈍っているようだな。ん？夢の世界とは要するに、深層意識の世界のことだ。その世界はいくつかのレイヤーに分かれていて、それぞれの層の境目に基盤となる部分が存在する。この基盤のことをメンタルロックと言うんだよ。ここを突破しない限り、我々は意識のより深い層へと沈んでいくことはできない。真相に至らなければ真相は分からず。したがって、我々は常に。要するに、メンタルロックとかいうやつを解除すればいいんだな。まずは明かりをつけてドアを開ければいいのか？ならすぐに終わりそうだな。そう簡単にはいかないのが、夢の世界の難しいところだ。そうだな。まずは手始めに、あのドアを調べてみよう。あのドアまで私を移動させて、指示を出してくれ。なるほど。ここではお前を俺の好きにできると。ま、そういうことになるが。よし、やろう。南京錠で施錠されたドアだ。さて、このドアを開ければ良さそうに見えるが。なるほど。触れないときたか。いいか。夢の中ではこのような不条理な出来事が平気で起こるんだ。ここは伊達のソムニウム。夢の中の世界。俺のソムニウム？伊達は今、睡眠中だから、意識が朦朧としてるんだな。仕方がない。説明してやろう。そんなことより、俺の貴重な睡眠の邪魔をしないでほしいんだが。
いいから黙って聞け。だて、あれを見てみろ。明かりが差した部分にだけ色がついたな。もしかすると、あの部分には触れるかもしれない。という風に、夢の世界には、それぞれの人間が持つ独自のルールが存在する。なるほどな。このルールを見極めることで、夢の世界に干渉し、今のは誰だ？知らん。知らないはずはない。これはお前の夢、お前の記憶が作り出しているものだ。そんなことを言われてもな、知らないものは知らないんだよ。まあ、とにかく、調べてみることだな。お前を使ってメンタルロックの解除を目指せばいいんだな。わかったぞ。どんな行動がメンタルロックの解除につながるかはわからない。それがソムニウムだ。常識にとらわれず、いろいろな行動を試してみるといいだろう。さて、お前に何をさせようかな。私にも拒否権があることを忘れるなよ。